日は The Next Prince のラミル王子がペータイに嫉妬した印象的なシーンを絵にしてみようと思った。水彩で描きながらラミルとペータイの関係性に隠されたテーマや心理描写について私なりの解釈を交えて深く掘り下げて語っていきます。顔は著作権に触れるかもしれないので少し漫画風に調整。こんにちは、BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。ラミルは王子で権力もあって一見すごく自信に満ち溢れているように見えるが、このシーンを見て実はすごく心は脆い人なんじゃないかと思った。失うことが怖いからこそペータイを自分のものとして囲い込みたくなる。壁に押し付けたあの瞬間もただの独占欲というより怖い、失いたくないという切実な不安の叫びに見えた。一方のペータイは本当に強い。身分の差があるのにただ静かに、でも確かにラミルのそばに居続けるその姿に私は深い強さを感じた。ラミルの父に罰を受けさせられても文句一つ言わず、ただ彼のそばにいられるならそれでいいと全てを受け入れた。二人の関係はただの甘い恋ではなく、もっと深い信頼や覚悟のようなものが根底にある気がする。相手の弱さごと受け入れるって実はすごく勇気のいることなんだと改めて思った。ただ一緒にいるその強さを私はペータイから教わった気がする。ラミルは普段人を支配する側の立場にある。SM のシーンはここで書けないが少し深掘りしてみた。ペータイに対してお前は俺のものだと強く出るラミルだったのに、SM シーンで自ら進んで縛られる姿は本当に意外だった。それは明らかに日常的な力関係とは逆転している。きっと彼は一瞬だけでも支配から解放されたい、すべてを相手に委ねたい、そんな欲求を抱えていたのかもしれない。ラミルが被っている強さの仮面を脱ぎ捨てて、唯一無防備になれる相手がペータイだということ。その無言の証なのだと思った。そしてペータイがラミルを縛るという行為も単なる優位性の表現ではなく、あなたの弱さを僕が引き受けるよ。もしくは、じゃあ今度は僕があなたを守る。そんな静かな宣言にも見えた。この場面にあるのは BL によくある立場の逆転の快感というより、もっと静かでしっとりとした信頼の交換なんじゃないかと感じた。そしてその後に再びラミルがペータイを縛る場面へと戻る。これは二人の関係が支配と服従だけでは終わらず、役割を入れ替えられるほど深い信頼関係で結ばれている、そういう象徴だと感じた。それからラミルがペータイのお尻を叩くというシーンが出てくるが、これはプレイと現実の交差点。最初はそのムードに到達したから、プレイとしてラミルがペータイに道具を使う。でもお尻を叩くという行為が突然かつての痛ましい記憶を呼び起こしてしまう。ラミルにとってそれは性的な興奮を一瞬で打ち消してしまうほど強烈な罪悪感と結びついていた記憶。かつて自分の過ちのせいでペータイは父親から重罰を受けた。ラミルは守れなかったという罪悪感をずっと抱えながら、それでも彼をそばに置き続けてきた。そしてその記憶がフラッシュバックした時、ラミルは命じる側から抱きしめる側へと変わっていく。それは彼の愛が所有や支配ではなく、理解と贖罪に基づいたものであるという静かな変化の瞬間だった。最後に背中へのキス。これは性の支配ではなく、感謝と敬意、そして懺悔の表現だと私は思った。王子としてではなく、一人の人間として彼がペータイを愛していると認める尊いシーンだと思った。ちなみに私はペータイの気持ちが痛いほどわかる。自分が悩んでいる時にそっと手を差し伸べてくれる人がいたら、その人に自分の全てを捧げたくなる。そう思ってしまうのは自然なことだと思う。思い出すのは小学6年生の頃のこと。よく遊んでいた男子グループがいて、ある日リーダー格の子がこう言った。あの丘登りに行こうぜ。でも女は足を引っ張るから連れて行くのやめよう。その言葉がすごく悲しかったけど何も言えずにいた。でもその時4歳年上の男の子がかわいそうだから連れて行こうよと言ってくれた。その一言で私の世界が一気に明るくなった。私は一生懸命頑張ったけど案の定途中で丘から落ちそうになってしまった。その時、上の方を登っていた彼が迷いなく手を差し伸べてくれた。顔を上げた瞬間、逆光の中、彼の顔はよく見えなかったけど、
まるで神様が舞い降りたように感じた。差し伸べられた手と眩しすぎた太陽の光、そのシルエットが私の心に深く焼き付いた。ただの小学生だった私は気持ちをうまく表現できなかったし、その後ももちろん何もなかったけど、あの一瞬があったからこそ私はペータイを心から応援したいと思える。はい、これで完成です。次はあなたが見たいシーンや徹底的に語ってほしい場面があれば、ぜひコメント欄で教えてください。それではまたお会いしましょう。ではでは。